いや、私は男子更衣室に違和感を感じるものを見つけました。おや、何かあったのかい？これです。これはお手紙ですか？はい、男子更衣室のゴミ箱に他のゴミと一緒に紛れていました。で、その手紙は六道くんを呼び出したものなの？あ、なるほど。それじゃあサイジ君はアルマちゃんが言ってた通り誰かに呼び出されたってことなんだね。いいえ、確かにこの手紙は男子更衣室に誰かを呼び出すために書かれた手紙です。けど宛先はサイジ君じゃないんです。ミスター六道じゃないのなら、それは一体誰に当てられたラブレターなんだ？鮫島さん、君はこの手紙のことを知ってましたよね？てめえが犯人だったのかよ。ちげえよ。なんで俺になるんだよ。証拠隠滅をさせないようになんて言っておいて、自分が証拠隠滅をしようとしてたんじゃないの？言ってねえよ。俺は昨晩はずっと寝てたんだ。この後に及んで言い訳か。藤森さん、内容についてもみんなに教えてあげるといいと思うよ。はい、同期ビデオについてさらに詳しい情報を男子更衣室のロッカーに隠してある。手紙にはこう書かれていたんです。同期ビデオ、先日モノドラから配布されたビデオですね。あのビデオの続きなんてあったの？ならその手紙を送ったのはモノドラか？いえ、差出人の名前は書かれていませんでした。けど事件の前後どちらか断定はできませんが、鮫島さんはこの手紙をもらって男子更衣室に行ったんですよね。だから言ってないって。言ってないって言うなら、男子更衣室のゴミ箱にこの手紙があるのはおかしいでしょ。あんた嘘つこうって言うならそれなりの覚悟はしてもらうわよ。ちょっと待っていただけませんか？んだよ。なんか文句でもあんのか？どう考えても鮫島は怪しいじゃねえかよ。いえ、その手紙だけで鮫島さんが男子更衣室へ行ったと断定するのはいささか早計すぎるかと。だって別の誰かがその手紙を丸めて捨てたって可能性も否定はできないじゃありませんか。それは何のために？今の状況のように鮫島君に注目を集めさせて自分からは目をそらさせるためかな。その通りです。だから鮫島さんを責めるのはさらにそれを証明できるものがなければ。そこの自称引きこもりボロ雑巾の土屋くん、毎日夜中まで起きてるらしいけど何か知らないの？あ？俺がいつそんなクソみてえな称号を自称したんだよ。起きてようがあんな窓もない部屋にずっといたら他のところで何が起きようがわからねえだろ。食堂に集められた時以外はほぼ部屋にいるしな。本当にずっと引きこもってるんだね。特に目撃証言もないようならまた別の可能性を考えるほかないのではないでしょうか。愛坂の言う通りだぜ。だから俺は初めから言ってるだろ。言ってないって。証拠ならあるわよ。そうだって言うんならもっと証拠になるもん出してくれよ。証拠ならあるわよ。いきなり怒鳴らないで。そのドブみたいに腐った目玉くり抜いちゃうよ。何よ、せっかく人が証拠を提供しようとしてたのに、いらないって言うなら何も言わないわよ。そんなことないですよ。だから出雲さん話してくれませんか？そうだよ、意地悪しちゃダメだよ。見たのよ。かすみ。
昨日の夜鮫島を見たのよ。なんだそれ本当でしょうね。何よ、鮫島なんて半端筋肉だるまをかばう理由なんかかすみにはないわよ。誰が半端筋肉だるまだ。いや確かに夜出歩いているということは捜査中に俺たちも聞いたしね。でもその時はなぜそこまで話してくれなかったんだい？だってあなたたちかすみを責めるような目をしてたじゃない。そんなつもりはなかったですけど。ああごめんね。とにかく続きお願いしてもいいかな。分かったわ。かすみの話ちゃんと聞いてね。あの子たちが怒るとかすみでも手がつけられないから気をつけることね。ああそれは肝に銘じておくよ。あの子たちと遊ぶためにかすみはいつも夜に出かけるんだけど、昨日の夜鮫島の姿を見たのよ。それ本当に俺だったのかよ。本当よ、嘘なんかつかないわ。体育館の方へ歩いていくの確かに見たのよ。でもそれは男子更衣室にいたとこを見たわけじゃねえじゃんかよ。他に俺にしか残せないような証拠があるわけでもないなら。それは違うよ。いえ、鮫島さんが男子更衣室へ行ったという可能性を高くする証拠が男子更衣室には残っていたんです。手紙以外にもあったのか？はい、それはロッカーです。ロッカーがなんだって言うんだよ。鮫島さんも男子更衣室にいたなら、いえ、ちゃんと覚えてるはずです。明らかに扉が歪んでしまったロッカーを。歪んだ扉のロッカー。六道ちゃんが入っていたロッカーだね。はい、事件以前のロッカーのことは淀川さんが知ってるんですけど。あの真ん中のロッカーは俺が調べた時は閉まっていたんだよ。その時は扉は歪みもなく綺麗な状態でね。それならどうしてあのロッカーは開いてたんですか？いや、あのロッカーに隠そうとしたんじゃないか。それだ子がうるさい。黙って。待ってよ、あのロッカーが歪んでたからってなんでそれが俺の仕業になるんだよ。あのロッカーはただ閉まっていたわけじゃないんです。立て付けが非常に悪かったんですよ。立て付け？はい、そのせいであの扉を自由に開閉することができなかったんです。男の俺一人の力じゃあの扉を開けることはできなかったんだ。でも鮫島くんもその男一人だよ。いえ、鮫島さんには可能だったと思います。その理由は？そうだよ。鮫島さんは超高校級の空手家ですよね。その才能で培った筋力があればあの扉を無理やり開けることはできたんじゃないですか。はあ？確かにあからさまに筋肉を押し出した服着てるもんな。関係あんのかよ。でも他の男子に力の強そうな子はいないよね。実は意外となんて子もいるかもしれないけど。さっきも言った通り俺は実際に開けられなかったよ。俺は扉を無理やりこじ開けるようなクールじゃないことはしないぜ。俺は
見た目の通りだ。こいつはパペットよりは重いものは持てないぜ。日常生活で苦労しそうですね。男性陣の中であのロッカーをこじ開けることが可能なのはやっぱり鮫島さんしかいないと思うんです。鮫島、さっき私言ったわよね。嘘をつくならそれなりの覚悟をしてもらうわよ。鮫島さん、淀川さんの言葉を借りるんですけど、話し合えば真実は向こうから歩み寄ってくれるはずです。だから本当のことを話してくれませんか？言った。昨日の夜、俺は男子更衣室に行った。本当に言ってたんだね。ほら、かすみの言った通りじゃない。かすみは正しかったのよ。それはあの手紙を読んでですか？ああ、夜時間になって風呂に入ってたんだけどよ。風呂から上がったら扉の近くにこの手紙が落ちてたんだ。多分扉の隙間から入れたんだろうけどさ。で、まんまと手紙の通り言っちゃったってわけ？臆病な君も可愛いと思うけど、なんてちょっと肝が小さすぎるんじゃない？ほっといてくれ。バレつきの性格だ。内容からモノドラの野郎かと思ったけど、俺が男子更衣室に行った時は誰もいなかったんだよ。六道くんもかい？ああ、いなかったよ。それじゃあつまり鮫島くんが男子更衣室へ行ったのは事件発生前ということかな。その辺は俺にもわからねえけど。で、ロッカーを全部開けたんだ。あんたの同期ビデオはあんたにとってそんなに大事なものだったの？少なくとも人に見られたくねえもんだったよ。だから本当にあるんなら回収しなきゃって思ったんだ。それってどんな内容だったんだい？ミスター鮫島、黙ってちゃユウの気持ちは伝わらないぜ。無理に言わせなくても。演舞の評価動画。俺の演舞を評価してる評論家たちの動画だった。それって恥ずかしいものなの？恥ずかしい。すっげえ恥ずかしいよ。それこそ俺が死ぬってレベルにな。そんなにですか？だから何としてでも回収したかったんだよ。なるほど、それで無理やりあの立て付けの悪いロッカーもこじ開けたんだね。でもロッカーには同期ビデオの続きなんてなかったんだ。そんでいたずらだったのかとも思って、すげえむしゃくしゃして手紙をゴミ箱に捨てて帰ったんだ。それがあんたの言い分ってわけね。本当のことを言ったんだからもういいだろ。ありがとう鮫島さん、本当のことを言ってくれて。それ本当に本当か？こういう可能性も考えられるんじゃないかな。本当は先に六道がいてその同期ビデオを見つけてたとかな。古賀さんは鮫島さんは嘘をついている、そうおっしゃいたいのですか？だって今までの条件をおさらいしても犯行が可能なのは鮫島だけだと思うぜ。そうかな。考察自体は他の人間にも可能だと思うけど。だから言っただろ、同期ビデオを探すためじゃなく死体をあのロッカーに隠そうとしたんじゃないかってな。そうよ、古賀の言う通りよ。あの子たちも言ってるわ。
鮫島が犯人だって。俺は本当のことしか言ってねえぞ。じゃあさ、なんでそれをすぐに言わなかったの？初めから説明してたらここまで疑われなんかしなかったのに。それは現場にいたってバレたら俺が犯人にされると思ったし、同期ビデオのこと言いたくなかったから。だから本当は犯人だったから隠してたんじゃないの？違う、それだけは本当に俺じゃない。俺は六道を殺してなんかいない。その取り乱し方、あからさまに怪しいじゃない。どうしよう。私頭がぐるぐるしてきちゃったよ。これって和臣くんを信じるか信じないかの話になるの？本当にミスター鮫島が犯人なら投票をすればいいってだけの話さ。しかし鮫島さんが嘘をついたという確信できるものもないのに投票を急いでしまっていいのですか？黒の指摘を誤ったら私たちが殺されるのよ。でも今までの鮫島くんの態度を見ても本当のことを言っているというよりは嘘をついているように思えるよね。和臣くん、初めは自分が男子更衣室に行ったことを否定してたもんね。なんだよこの空気。俺が本当に犯人みたいじゃねえか。いや、どう考えてもそうだろ。さっきまでの己の行動を振り返ってみるんだな。もう投票でいいんじゃないの？ちゃっちゃとお仕置きしてもらって終わろうぜ。いえ、やはりもう少し話し合うべきなのでは。何言ってるのよ。殺人鬼と同じ空気をこれ以上吸うなんて耐えられないわ。そうか。皆さん待ってください。投票はまだ待ってくれませんか？何よ。藤森は鮫島の味方なの？そういうわけじゃなくて、こんなに情報が曖昧のまま投票を決めてはいけないと思うんです。そういうからには何か気になることがあったのかい？皆さん、この学園の校則をもう一度思い出してくれませんか？校則？殺人を犯せば黒として、その犯行がバレればお仕置きという処刑が実行される、このルールのことか？そうです。自分が黒だとバレれば自分が死んでしまう校則が存在する中で、このような分かりやすい行動を取るでしょうか？それは計画的に犯行が行われた場合でしょ。古賀くんが言ってたように同期ビデオを見せられそうになってだったら衝動的に犯行に及んだって可能性か。それでもあの証拠が現場にあったのは引っかかるんです。そうだよ。男子更衣室のゴミ箱に捨てられていた鮫島さんがもらった手紙、鮫島さんへの宛名が書かれたあんな分かりやすいものを自分が犯人だとして現場に置いていくでしょうか？確かに男子更衣室には鮫島君の残した痕跡がいくつかあった。手紙しかり、扉の歪んだロッカーしかり、
ねもし鮫島が本当に外に出るために犯行に及んだのなら、もう少し証拠隠滅に力を入れていたということで、それこそ手紙なんかどこかで燃やすか持ち帰るかすれば他人の目にとどまることなんかしなかったでしょうし、そんな発想ができなかったなんて可能性も否定はできないけど。俺もそこまでバカじゃねえぞ。そうです。一つの可能性に絞られた状況ならまだしも、他の可能性が見えている今の状況での投票は無断かと。犯人探しは振り出しに戻るけどね。また雲行きが怪しくなってきましたね。早くお天道様を拝みたいものですね。でも他に怪しい人なんているの？もう一度怪しいと思える人間の議論をしてみる必要があるだろうね。かすみは鮫島以外見てないわよ。でも容疑者は絞られてる方でしょ。これから疑われるのはイケてるメンズである俺たち男全員だってことだな。今出ている情報で考えるとね。男子更衣室は男の子しか入れないし、確かにそうなるよね。俺はやってねえぞ。俺だってやってねえぞ。いや俺もやってねえからな。大変ですよ。みんなやってないって言ってます。犯人だとバレたらお仕置きされてしまいますからね。では犯行が可能だった人間に注目して話してみませんか？そうね、それがいいと思うわ。嘘をつくような子には私がたっぷり調教してあげるからね。犯行現場の男子更衣室は男子しか立ち入ることができないので、犯人は男子である可能性が高いと思います。鮫島以外に男子更衣室にいたやつなんているの？土屋ちゃんは部屋から出てないから違うよね。夜行性だから逆に元気はつらつだったりして。佐久間ちゃんも DJ だから夜は元気そうだね。お姉さん的には時間通りにしっかり寝てそうなのはせっちゃんとおみちゃんですね。みっつんと寝る前にしばらくお人形さんとおしゃべりしてそうなイメージです。ああ、それはイモいね。何にせよ現状疑わしいのは殺された六道さんを除いて。それは違うよ。神楽さん、違うって何がでしょうか？容疑者は5人じゃないよ。淀川ちゃん、古賀ちゃん、土屋ちゃん、佐久間ちゃん、鮫島ちゃんの5人だろ。六道くんは死んでしまったし、他にいないよね。いたんだよ。もう一人男の子が。幻のシックスマンってやつ？そんな奇跡みたいなことってあるっていうの？みんなが知らないのは当然だよ。だって本人は自分が男であることを隠してたんだからさ。ねえ藤森歩くん。藤森、あんた男だったの？歩も男の子だったんですか？お姉さんわからなかったな。っておいおい、自分は関係ねえって顔しときながら疑われる立場だったんじゃねえかよ。うわー怖いよー。
他の人間が知らなかったのに、なんであんたが知ってんの？私は歩夢君本人から聞いたから。体育館を調べるときにね。確かにあの日体育館を調べに行ったのは藤森さん、淀川さん、神楽さんの3人でしたね。うん。体育館について聖司君は男子更衣室、私と歩夢君は女子更衣室を調べようって話になって、私が女子更衣室に連れ込もうと手を引っ張ったら、その手を振り払われたの。その時歩夢君から本当は男だってことを教えてもらったんだ。なるほど。校則で異性の更衣室への立ち入りは禁止されているので、その真実を伝えなければならなくなったということでしょうか。で、この情報について藤森は何か反論はある？ないよ。舞子ちゃんの言った通りだ。僕は男だよ。そう。モノドラはご存知だったんですか？もちろん。生徒の情報の把握も学園長の務めだからね。藤森歩夢君はそれはもうご立派な正真正銘の男の子だよ。知ってて何も言わなかったのかよ。土屋君には言ったけど、僕は聞かれないと答えないからね。それにほら、世の中にはいろんな趣味の人間がいるしね。違うってこと知っててそれを言うのか？お前女装が趣味だったのかよ。いえ、モノドラの言う通り趣味は人それぞれ千差万別ですし、藤森さん気にすることはありませんよ。だからこれは僕の趣味じゃないって言ってるだろ。衝撃的な性癖がバレちゃったってことでお着替えしておきましょうか。え、こっちの制服もあったのか？そりゃあるよ。僕だってそんな意地悪はしないよ。まあ聞かれなかったから教えなかったけど。ミス藤森がミスター藤森だと分かったところで容疑者が増えただけじゃないのか？いいえ、怪しさで言えば今最も高いのは藤森じゃない。だってその事実を隠してたってことは何かやましいことがあったからでしょ。違う、そんなことはないよ。でもどうして他のみんなにも打ち明けなかったんですか？それはいろいろあるけど、単純に言うタイミングがなくて。俺との出会いが初めてだったと思うけど、初めから女装した姿だったよね。うん。淀川さんに女の子らしくて可愛い名前だって言われて、慌てて否定しようにもできなくて、そのままみんなと挨拶しちゃったから。俺は信じるぜ。藤森は俺への疑惑も晴らしてくれた。真剣にこの事件に向き合おうとしているからな。私もそれだけで藤森さんだけを疑うのはどうかと思います。疑惑自体は佐久間さんがおっしゃったように他の男子にもあるはずですから。生き様っていうのはやり通してこそ輝くもんだぜ。俺的に言えばキュートガールからクールガイに変わった。ただそれだけのことさ。そんな女装が僕の心情みたいな言い方されても。違うの？違うよ。とにかく性別のことみんなに黙ってたのは素直に謝るよ。でも僕が男だったとしても他の人にも犯行が可能な線が完全に潰されたわけじゃない。だからもう一度僕を容疑者に加えた上で話し合いを続ければ。あなたたたられてるわよ。何言ってるのよ。
今回のやり方で一番罪を逃れられるのは藤森、あなただけじゃない。ねえ歩夢君、この犯行を誰にもバレないようにできる人間っていうのは君しかいないよね。だって性別のことを黙ってれば誰も君を疑わなかったんだからさ。確かにそうだな。犯行現場に男子更衣室を選んで一番得するのは藤森だよな。そう言われると納得してしまうね。私もそんな気がしてきたかも。そんな。だから今一番疑われるべきなのは藤森、あなたで間違いないでしょ。やってない。僕にサイジ君は殺せないよ。言うだけならタダだからな。で、もう少しまともな反論はないの？ほら、何も言えないってことはやっぱり。その推理は三流だね。ねえ出雲さん、何よ。君は執拗に藤森さんを犯人にしようとしているけれど、君の中に何かそうだと確信できるものがあるのかな？そんなの藤森が男だって隠してたことで十分でしょ。藤森さんは隠していた理由もちゃんと述べたじゃないか。それ以外にはもしかして特にないのかい？ないのなら君の視野の狭さには少し呆れてしまうよ。だって淀川の言う通りだぜ。藤森の言うことが信じられねえってのかよ。これまでの推理だって藤森の発言は俺たちの助けになるものばっかだっただろ。それも自分を犯人だと思わせないための演技だったりしてな。やだよー、人間って怖いよー。いいえ、謎が追求されるほどその真実は犯人である自分に近くなる。藤森さんが犯人なら推理に積極的なのは少々違和感を感じます。それは自分の性別がバレない自信があったからじゃないのかい？男の子が犯人だって今の流れなら絶対に藤森ちゃんは犯人にならないもんね。そうだな。藤森自身はさっきから黙りっぱなしだな。まともに生きてきたら突然自分が殺人犯の疑いをかけられるなんてことはないでしょうしね。さっきの鮫島にも言えることだけど、そんな隠し事をしておいて自分が疑われないと思っていたなら随分お花畑なのをしてるとは思うけど。言い返せない。何、あなたたち藤森の味方するの？味方も何も、その推理で結論付けをするのは素人すぎるのではないかと言ってるだけだよ。一つの情報に縛られず、また別の可能性がないか思案してみるべきではないのか。俺は特におかしな提案をしているつもりはないのだけど。あなたが何と言おうが、霞だって藤森の疑いが晴れるような何かを証明してくれないと考えを変えないんだからね。藤森、あんたこのままでいいと思ってるの？そんなの思ってるわけないじゃないか。そう。じゃあそのぐっちゃぐちゃになってる頭の中とっとと整理してまとめて打ち抜きなさい。何かを変えるには行動するしかないのよ。いつきさん、ありがとう。
藤森が男だってことを隠してたのは事実じゃないのよ。それは周りからの認識が女で固められてしまったから、本当は男だと言い出せなくなったと本人も説明したよね。でも男の子だって知らないままだったら確実に犯人の候補には上がらなかったよね。藤森さんは推理の参加に積極的でした。本当に犯人ならばおかしいと思いませんか？でも男子更衣室には男子しか入れないし、現に藤森ちゃんは男だったわけだし。確かに現場は男子更衣室だけどよ、藤森が事件発生時にあそこにいたって証拠はまだ見つかってないだろ。いいからとっとと投票しちまえよ。どうせ藤森が犯人なんだろ。だからずっと黙ってんだろ。そうやって上から押さえつけるばかりで、まだそっちも犯人であるという確証は得てないでしょ。でも男子更衣室以外に怪しい場所なんてなかったんだろう。私たちその答えを打ち抜きます。いや、怪しい場所は男子更衣室だけじゃないよ。他にどこがあるんだい？女子更衣室だよ。事件発生以前と様子が変わっていたのは女子更衣室もなんだ。なんだって？だったらなんだっていうの？六道の死因と女子更衣室は関係ないでしょ。いや、そうとも言い切れないよ。藤森さんが言っているのは女子更衣室にあった台車のことだよね。あ、トレーニング機と一緒に隅に置かれてたあれのことだね。そう。でも操作をしていた時にもう一度見たら台車は少し綺麗な状態だったんだ。つまり何かに使用されたということでしょうか？僕の考えでは。ねえ舞子ちゃん、台車が埃をかぶっていたことを教えてくれたのは舞子ちゃんだったよね。この情報に間違いはないよね。それとも台車を触ったりしたの？ううん台車は触ってないよ。そっか、じゃあこの違和感は本物ってことでいいよね。でもさ、それが今回の事件に関係あるとは言い切れないんだろ。じゃあさ、この中にあの台車に触った人はいる？いないみたいだね。ここで誰も名乗り出ないっていうことは、あの台車がこの事件に関わっているという証明にもなるんじゃないかな。そうなると怪しいのは女子の中の誰かってことになるわよね。おー、どうしてですか？男子更衣室と同じく女子更衣室には女子しか入れないわ。あの台車を使えたのは女子だけのはずよ。そんなのわかんないじゃん。淀川ちゃんが本当は女の子だったなんてこともあるんじゃないの？自分に疑いの目を向けられて混乱されるのもわかりますが、異性の衣装を着ることを趣味とする人は藤森さんだけであってほしいですね。私は大歓迎よ。でもあの台車がサイサイを殺すために使われたっていうのも確定じゃないんですよね。確かに別に死体を運ぶために使われてはいないかもしれないしね。そうよ。別に使われてたからってそれは大した問題でもないかもしれないじゃない。だがさっきのミスター淀川の問いには誰も返事をしなかった。つまり可能性は大いにあるんじゃないのか？そうだぜ、さっきまで寄ってたかって男側を責めてたくせによ。自分たちが同じ立場になった途端その言い草はねえだろ。そうです。この学級裁判という場所においては常に自分が疑われる対象であると自覚しなければ、それに自分が犯人ではないということはしっかりと自分の言葉で真実だけを伝えれば証明できるはずです。
無理やり犯人にしてさっさと投票しようなんていう変な人形を持った人間もいるしな。明らかに僕たちのことじゃない。そんな言い方はひどいよ。僕たちだって頑張ってるのにさ。名前を言っていないのに自分だと思い込むなんて被害妄想こじらせすぎてない？うるせえ！実際に被害を被ってるんだよ。やられたやつが不快な思いをしたらそれはもう立派ないじめっていうやつだろ。わかりやすい性格をしているのは唯一褒めてあげられるとこかな。それよりさ、これからどうすんの？もちろん話をしてもらうつもりだよ。女子の皆さんに女子が犯人である可能性についての議論をね。だからかすみはやってないって。私も違うよ。お姉さんも違いますよ。落ち着いて、一人ずつ。藤森は黙ってなさい。なんで僕だけ。おやおや、随分と慌ただしい事態になってしまったね。まあ藤森さんならきっと大丈夫だよ。